こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。心の処方ママランチは、日本を代表する臨床心理学者中久淳京が記した心の悩みにそっと寄り添う守護のエッセイ記です。日々の生活で誰もが抱える不安や迷い、葛藤に対して著者ならではの柔らかくも深い視点で独特のアドバイスや洞察が散りばめられています。本書は短いエッセイが50編以上収録されており、一つ一つが私たちの心の奥に潜む思いに気づきを与えてくれるものばかりです。難説な理論や堅苦しさは一切なく、ニーアン・ジュン・ウノソの優しい語り口だからこそ、誰でも気軽に読むことができます。自分のこと、家族や友人、社会との関わりで生じる心の悩みにどう向き合えばよいのか。心理学の専門家だけでなく、日常に悩みやモヤモヤを感じているすべての人へ、本書は生きることそのものを見つめ直すヒントを与えてくれます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、心の問題とは何か。本書の第一章では、心の問題がどのように生じるのかに焦点を当てています。アニハウジュン・ゴノスは、心は見えないものという特徴を踏まえて、人は多かれ少なかれ自分自身の心理的な問題と向き合いながら生きていると指摘します。悩みや不安は他人に伝えづらく、解決が難しいものですが、それを抱えること自体が人間らしい生き方の一部であるという悲観な視点を提供します。また、心の痛みを単なる悪いものとして遠ざけるのではなく、それとうまく共存していくことの大切さを説いています。この章を読むことで、自分の抱える心の中、何や痛みも決して特別なものではなく、多くの人が感じているものなのだという安心感が得られるでしょう。次に、自分らしさを見つめ直す。本書では頻繁に自分らしさについて言及されます。現代社会では他人や社会の目を意識しすぎて本来の自分を見つかいがちですが、年派には自分らしく生きることこそが心の健康や幸せにつながると説いています。自分を他人と比較し機密疲れするのではなく、弱かさや欠点も含めて自分を受け入れる姿勢が重要なのです。著者は失敗や葛藤も人生の一部として大切にすること、完璧でない自分を肯定することでより豊かな人生を送れると提案します。ありのままの自分に向き合う勇気を本書から受け取れることで、多くの読者は自分に素直になれるきっかけを見つけられるはずです。さらに、人間関係の悩みへのアプローチ、人間関係が心の問題の大きな要因となることは珍しくありません。本書では、家族、友人、職場の人々とのさまざまな関係性に焦点を当て、それぞれにどう向き合うべきかを考えます。2派には、人間関係の悩みは避けるべきものではなく、むしろ人が成長するための貴重な経験だと捉えます。他者を理解しようとする姿勢や、無理に仲良くなろうとしなくてもいいという考え方、また距離感を大切にすることの重要性を柔軟な語り口で伝えています。読者は人との距離や関わり方について新たな視点を得て、人間関係の中で感じるストレスや孤独感への対処法を考えるヒントを得られます。そして悩みとの付き合い方、悩みや不安をなくそうとするのではなく、どのように付き合っていくかが大切だと著者は説きます。新賀に順吾には悩みを抱えつつも、それにとらわれすぎず上手に折り合いをつけることが成熟した大人の詩だと考えています。悩みや痛みは決して無駄なものではなく、自分の人生を深く考えたり変化を受け入れたりするきっかけになります。辛さを抑え込むのではなく、時には自分のために逃げることや来ることの大切さも論じています。この章を通して読者は完璧な解決を求めすぎず、自分と悩みとの新たな付き合い方を見つけることができます。最後に、人生を豊かにするためのヒント。本書の締めくくりでは、日々の生活や人生をより豊かにするための具体的なアドバイスが示されています。例えば、無理をしない、自分のできる範囲を知る、小さな幸せに気づくといった実験的なヒントです。著者は
人生を長期的に気楽に構える時点の大切さを説き、絞らず無理をしすぎないよう読者に呼びかけます。また、一人で抱え込まず相談する、自分を褒めるといった生きやすさにつながる考え方も紹介されており、読後には心が軽くなる感覚を味わえることでしょう。この章を読むことで、日常生活の中で前向きな気持ちや自己修養を高めるための具体的で実験的なアドバイスを得られます。結論として、心の助法がさんのは、年齢や性別、職業を問わず、日々を生きるすべての人に手に取ってほしい一冊です。現代社会では誰もが多かれ少なかれ心に不安や悩みを抱えているものですが、それを一人で抱え込み苦しくなっている人も少なくありません。本書はそんな人々に、心の問題は決して特別なことではなく、誰もが経験するものであるという安心と大丈夫、ありのままでよいという優しいメッセージを届けてくれます。心理学というと難解な印象を持たれるかもしれませんが、ナマン純国中の語り口は評議で、専門用語を使わず身近な例え話や日常生活の中の出来事を通して具体的に心を楽にする方法を教えてくれます。特に悩みを抱えていること自体が人間らしいという考え方や、自分らしさをこの社会でどう守っていくべきかといった問いに対するヒントは、読者の日常に直接する実験的なアドバイスとなるでしょう。他の本と比べて本書は1話ごとが短く、どこからでも読める構成なので、忙しい現代人にもぴったりです。読み進めるうちに不思議なほど今の自分に必要だった言葉に出会えるはずです。悩みの正体を知りたい、自分に優しくなりたい、心の負担を少しでも軽くしたいと感じている人はもちろん、自分や家族、友人に寄り添うためのヒントが欲しい人にも最適です。心の健康がますます大事になる現代、日々の心のメンテナンスとして一人に一冊持っておきたい良sứcと言えるでしょう。ご資源いただける場合には、赤なち順語のジュナポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。セダ語の感想をぜひお聞かせください。それではまた。